違う。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのコスモさんのデイジーのティッシュケースの続きで、このティッシュケースに仕立てていくまでの動画になります。で、こちらのティッシュケースの前編、刺繍を縫っていくところは概要欄に貼っておきますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね、評価いつもありがとうございます。それでは早速こちらのティッシュケースの後半、ティッシュケースに仕立てていくまでをご覧ください。どうぞ。で、ここまで来たら裏返し違う、こっちだ。こっちのもう一つの布の方で裏に出来上がり線とカット線を書き込んでいきます。サリーの苦手な製図です。縦が 18.5 センチの横が13センチになるように切っていきます。で、外枠書いたらこれの7ミリ内側に出来上がり線を書いていきます。はい、じゃあ線が書けたら外側のカット線に沿ってカットしていきます。で、その時にこっち側の刺繍した方もこのプリントされてる線に沿って周りをカットしていきます。はい、じゃあどっちも切れましたので、次がこの刺繍した方もこの出来上がり線、こっち側と同じような出来上がり線を描いていきます。こっちも内側 0.7 センチの縫い代を描いていきます。はい、そしたら刺繍布とプリント布を中表にちょっと待って、サリー言われた通りにやったけどな。そういうことか、間違えた。この内側が 18.5 ミリだったから、だからちょっと大きさ違うんだ。そういうこと。なんてこったよ。だから確認しなさいっていつも皆さんに言われちゃうんだよね。どうしよう。ちょっと待って。そうだよね、これが違う大きさってことはティッシュが入らなくなっちゃう。ポケットティッシュ入れなのに。どうしましょう。ちょっともうどうにもこれじゃできないので、他の布をちょっと用意したので、これでもう一回製図し直してカットしていこうと思うんですが、どうせサリーのことだからまた間違えちゃうから、これをこうやって当てて、これの通りに書いて切っていけば問題ないはずなのでちょっとずるい気がするけど、これで書いていきます。さっきもそうすればよかった。もうやだ。はい、これで間違いなく同じ採寸で切れたので、さっきみたいに内側 0.7 センチに印をつけていきます。よし、できた。で、これを中表にして、ここら辺返し口6センチを残すので、印をここからここまで
ここからここまで印をつけたらこの部分をぐるっと縫っていきますが、特に縫い方の指示がないのでどうしようかな。波縫いでもいいと思うんですけど、ちょっと丈夫にするために半返し縫いで縫っていこうかなと思います。ぐるっと見えるかな、半返し縫いがこうできたので、この端っこの四つ角のところをちょっと斜めに少し切って、でこの返し口から裏返しにしていきます。この端っこの部分を斜めに切っておくと、裏返しにした時になんか綺麗に角が出てくるそうです。よいしょ。適当でいいよね、多分ね。よいしょ。こうやって切ったら裏返しにして、よいしょ。出てくるかな。はい、じゃあ裏返しにできたら下から4.5センチのところに印をつけといて、でここを谷折りにするので、いや消えるもんね、どうせ消えるもんね、消えるからね。この 4.5 センチのところで谷折りにします。谷折りにしたらちょっとここ止めといて、ちょっと止めといて、で上は5センチのところで線引いといて、でこの5センチのところでまたこっちも違う。その前にここの返し口を縫わないといけないんだ。そうでした。はい、それじゃあこの部分サクッとこの字とじで縫っていきます。でこの字とじなので、内側のこの山のところからまず糸を出して、山から糸出して、で反対側のこっちの山に入れます。そしたらこの山、この今渡った方の山の一目先から出て、で今度また反対側の山に針を入れます。そしたらまたこっち側の渡ってきた方からまた一目分進んで、でまた反対側にお邪魔します。はい、じゃあこの字とじでここの空いてたところを埋めたので、さっきのここに戻っていきます。でこれ5センチで線が引けたら、さっきみたいにこう折り曲げて、でまたこうやって止めておきます。だいぶティッシュケースっぽくなってきたところで、ここまで来たらここの端っこの部分をこの字とじで縫っていくんですけど、この5ミリだけ重なってる部分はこんな感じで、こう上にある布と下側の布と交互になるようにこの字とじをしていきます。
さっきと同じようにこの字とじをしていきます。はい、この字とじが終わったので、デイジーのティッシュケース完成です。できた。はい、コスモさんのデイジーのティッシュケース完成しました。でね、ちゃんとサイズもぴったりです。ちゃんとティッシュが入ります。感想としては結構ね、レゼーデージステッチができさえすればそんなに難しくないかなと正直思いました。で、やっぱり葉っぱの方がやっぱりこっちのお花の花びらよりも結構簡単、ここが長い分簡単だったかなと思うので、しっかり順序は守って葉っぱから縫ってからこの花びらの方に行った方がやりやすいかなと思います。で、中の布をちょっとサイズを間違って100均で買った布を使ってるんですけど、なんかこれはこれでむしろこっちの方が可愛いんじゃないか説。サリーは正直こっちの方が好きかなと思ってます花柄が好きなだけかもしれないけど。はい。で、あといつも苦労するなんだっけ、フレンチナッツステッチは今回ね6本取りだからか結構スムーズに全部縫えました。結構ね綺麗に縫えてると思います。それでは今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。これまでのサリーの動画は概要欄に貼っておきますので、そちらもよかったら見てください。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てね。